インドネシアではイスラム教、プロテスタント、カトリック、ヒンズー教、仏教、儒教など様々な宗教を信仰しています。インドネシアの人口の大部分、つまり人口の 87.2% がイスラム教を信仰しています。イスラム教を信仰している人はムスリムと呼ばれています。すべてのムスリムは様々な崇拝行為があり、そのうちの一つはサラート、礼拝です。イスラム教の教えではサラートは宗教の柱です。今回は義務的なサラートについて話しましょう。すべてのムスリムはサラートをする義務があります。ただし、月経中の女性や子供などサラートをする必要がない状況もいくつかあります。義務的なサラートは1日に5回行われます。それぞれのサラートには名前があります。サラートの時間は太陽の動きによって決まります。一般的な概要は以下の通りです。ファジャルのサラート、早朝に行われます。ズフルのサラート、正午過ぎに行われます。アサルのサラート、日中の遅い時間に行われます。マグリブのサラート、日没後に行われます。イシャーのサラート、夜の就寝前に行われます。サラートをするとき、必要な時間は人によって異なるが、一般的には10分から15分です。サラートの手順は、ウドゥ、沐浴から始まり、サラートを続けます。ウドゥは汚れから浄化する方法です。ウドゥはニヤで始まります。ニヤはある行為を神のためにするという心の中での意思表明です。それから顔を洗い、手から肘まで洗い、頭の一部を洗い、足首から足の裏までを流水で洗い続けます。ウドゥを行ってからサラートをします。そのサラートのステップは下記の通りになります。まず、ニヤをします。そして、タクビラトイフロムという動きをします。アルファティハというクルアンのスーラ、章を立って読み、ルクという動きをし、イティダルという動きをし、スジュッという動きをし、一度座り、2回目のスジュッをし、最初のタシャフッドと最後のタシャフッドをし、そして最後にはサラムをします。サラートをするときは、男性の場合はおへそから膝まで隠さなければなりません。一方、女性の場合は顔と手のひら以外の全身を隠さなければなりません。サラートはサウジアラビアのメッカにあるカーバー神殿の方向、キブラに向かって行います。サラートは個人で行う場合と団体で行う場合があります。団体で行う方が個人よりも高貴であるとされています。インドネシアのようなイスラム教が多数派を占めている国では、サラートのための施設は生活の中に溶け込んでいます。ムショラ、礼拝室、会社の中などにあるお祈りのための専用スペースやモスク、イスラム教の礼拝堂が非常に多く存在します。でも、ムショラはインドネシアだけではなく、日本の有名な建物にもムショラがいっぱいあります。例えば、2021年の東京オリンピックにはポータブルムショラがありました。公共交通機関の場所やデパートの中や観光地や大学などにもあります。水道設備があればどこでもウドゥが可能で、バスルームまたはシンクエリアで行うことができます。実際、サラートはどこでも行うことができ、
ムショラやモスクである必要はなく、重要なのはその場所が汚れていないことです。屋内でも屋外でも構いません。寝室、リビングルーム、会議室、空き部屋、畑、庭などで行うことができます。サラートの動作を見ると、必要な面積は約 50×110 平方センチメートルです。サラートについて確認しましょう。ムスリムはサラートをしなければなりませんか？はい、そうです。サラートはムスリムの義務です。サラートをしないムスリムは彼らの責任です。サラートには特別な場所が必要ですか？いいえ、サラートは正常な場所、体、服装を条件としてどこでも行うことができます。サラートは常に30分かかりますか？いいえ、サラートは10分から15分で行うことができます。仕事中に行われるサラートの回数は2回ですか？ありえます。仕事中に行われるサラートは正午過ぎのズフルと日中遅い時間のアサルです。会社員が残業する場合、おそらく日没後のマグリブのサラートを行う必要があります。これがサラートに関する大まかな概要です。このビデオがお互いを理解し合うための導入となることを願っています。どうもありがとうございました。さようなら。